こんにちは、旅ちゃんぽんです。東京羽田空港からトルコイスタンブールを経由してクロアチアにやってきました。今回は旅行会社の添乗員同行ツアーを利用しています。皆様の旅の参考になれば幸いです。利用する添乗員同行プラン、行き先は1カ国だけではなく複数の国を周遊するプランを選ぶことが多いです。一つ一つの国の滞在時間は短くなってしまいますが、一つの旅程で複数の国を訪れられるお得感があります。特にモナコやルクセンブルクなどの小さい国は周遊ツアーの旅程の中で訪れることができると効率的に巡ることができます。国と国の間を移動するので移動時間も長いですが、そこは休憩時間と割り切ってゆっくり仮眠を取ることにしています。クロアチアの南西部の港町トロギールにあるホテルに宿泊します。お部屋を撮影するときにうっかり電気をつけるのを忘れてしまいましたが、清潔なお部屋です。申し分ありません。洗面所も広々としています。浴槽の仕切りが少ししかないのでシャワーを浴びた後は床がビタビタです。電気をつけるとこんな感じ。下の階にある食堂で夕食をいただきます。ビュッフェ形式でした。ホテルのそばのスーパーにやってきました。トミーという名前のスーパーマーケット。クロアチアで展開しているチェーン店です。スーパーの中は日本のコンビニよりも広々としています。シャンプーやボディーソープなどの日用品も豊富に取り揃えられています。売られている商品は観光地価格ということもなく、地域密着のお手頃価格で購入することができるようです。日本ではあまり見かけないような可愛らしいパッケージの商品がたくさん売られているので、ティーバッグなどちょっとした日用品をお土産に買っていくのに最適です。次の日、朝食会場にやってきました。ミルクやシリアル、パンやハム、チーズ、果物などスタンダードな朝食のメニューが必要最小限用意されていました。マグカップが可愛いですね。朝食を食べた後、身支度を終わらせて朝8時、今日もツアー専用のバスに乗って次の観光地に向かいます。専用バスなので移動時間は安心してバスの中で熟睡することができます。移動の合間で気軽に疲労回復できるのがツアーのいいところだなと思います。ところでクロアチアはあちこちに人懐っこい猫ちゃんがいます。しゃがんで目線を合わせているとニョコニョコと近づいてきて尻尾をスリスリしてくれます。こんなに警戒心がなく平和に暮らしているということは、クロアチアの人たちにとても大事にされて過ごしているんだろうなと思います。幸せに暮らす猫が多い国は良いものです。もし世界の猫の幸福度指数を測ることができたとしたら、クロアチアはかなり高い位置につけるんじゃないかなと思います。この動画を見てくださっている猫好きの方でクロアチアに行こうかなとお考えの方、ぜひ猫を撮影する気満々で訪れてください。必ず期待に応えてくれると思います。バスに乗って次にやってきたのはクロアチアの古い港町、世界遺産のトロギールです。町全体が世界遺産として認定され、1997年に登録されています。トロギールは紀元前3世紀にギリシャ人によって建設された古代の都市です。その後、ローマ人、ベネツィア人など様々な文明がこの地を支配し、それぞれの影響が今も町の建築や文化に色濃く残っています。トロギールの町並み、古い建物だと13世紀から
存在しているものも多数あるそうです。トロギールには様々な様式の建物が多く存在し、ロマネスクからゴシック、ルネサンス、バロックといった様々な時代の建物が多く保存されています。入り口の彫刻が美しいこちらはトロギールのシンボル、聖ロブロ大聖堂。今回はこちら入りませんでしたが、この建物は13世紀から17世紀頃まで建設が続けられたもので、様々な様式が組み合わされている建物なんだそうです。ここは古くは裁判所として使われていた場所だそうです。現在はクリスマス仕様に装飾され平和な雰囲気です。ここを訪れたのが朝の9時前だったので、お店はほとんどというか全然やってませんでした。もう少し遅い時間に訪れたら、ここは港町なので美味しいシーフード料理を食べることができたんじゃないかなと思います。ここは聖バルバラ教会、1064年創立のとても古い教会です。旧市街はどこを見ても歴史の宝庫です。狭い石畳の路地が迷路のように入り組み、どこを歩いても中世の雰囲気を感じることができます。通りはどこもツルツルの石畳で敷き詰められているので、歩くときに滑らないように注意です。旧市街の古い建物の数々はメンテナンスにも細心の注意が払われているそうです。例えば壁を研磨するなどの作業は建物を傷つけるという理由で禁じられています。また交換が必要な場合は同様の素材と伝統的な工法を使って行われているんだそうです。さて、この分厚い城壁の出入り口から外へ出てみます。古代の街並みから一転、近代的な港町の景色が広がっています。トロギールの最大の産業は造船業なんだそうです。あとは観光業、自治体予算の 50% を支えているんだそうです。港沿いのレストラン、4ユーロ、だいたい700円弱で朝ごはんが食べれるみたいですね。城壁の外から眺める景色も美しいです。朝早くなので人気もないですが、お昼過ぎ以降になればもう少し賑わうのかなと思います。静かな街並みの雰囲気を存分に味わうには朝一番で訪れるのが良さそうですね。お食事やお買い物を楽しみたいのなら午後に訪れるのが良さそう。さて、海岸沿いのこの道をしばらく歩いていくとトロギールのかつての要塞が見えてきます。はい、到着しました。こちら石造りの要塞カメルレンゴ城です。カメルレンゴ城は15世紀にベネツィア共和国によって建設されました。その目的はトロギールの港を防衛し地域を支配するための要塞として機能することでした。夏になるとお城の中庭でコンサートや演劇などが開催されたりもするそうです。古い石造りの小さなお店が連なっています。そして建物のすぐ向かいはもう海岸線。トロギールを離れ、次の観光地のスプリットへ向かいたいと思います。スプリットに来ました。スプリットも先ほどのトロギールと同じ港町です。世界遺産となっているこちらの宮殿を観光します。ディオクレティアヌス宮殿の地下です。地下というか、実はこの宮殿、地盤沈下によってかつての2階が1階のようになっていて、1階は半地下になっています。
なので地下のように見えるこちらはかつての1階。昔は調理場や食料倉庫として使われていました。世界で大ヒットとなったファンタジードラマゲームオブスローンズの撮影地としても有名です。このひときわ暗い部分、かつてはゴミ捨て場として利用されていたんだそうです。集められたゴミは1700年の時を重ねるうちに劣化して今では土となっています。土になってしまったゴミは取り除くと宮殿が崩れる恐れがあるということで、そのまま残されているんだそうです。宮殿の地上に出てきました。地上から見た方が宮殿らしさを感じられますね。ディオクレティアヌス宮殿。ローマ皇帝ディオクレティアヌスが引退後の住まいとして建設した壮大な宮殿です。大聖堂の脇に置かれた黒い銅像、デオクレティアヌスがエジプトから持ち帰ったスフィンクスの銅像です。宮殿にはこの他にもいくつものスフィンクスが置かれています。宮殿の玄関にあたるこの部分、上を見上げると天井から丸く青空が見えます。宮殿の中は高い建物が多く、上を見上げると空とのコントラストが美しく、どこを切り取っても絵になります。ディオクレティアヌス宮殿はスプリトの中心部に位置し、観光名所として多くの人々を魅了しています。宮殿内にはカフェやレストラン、ショップが立ち並び、歴史と現代が見事に融合しています。宮殿の外壁、高さ20メートル以上もあるんだそうです。かつては要塞としての機能も果たしました。9世紀の大司教グルグールさんの銅像です。フリット旧市街の観光案内地図。道が入り組んでおり、迷路のようです。もう少し旧市街を散策してみます。ゲームオブスローンズのミュージアムです。世界の主要観光地になぜか存在するアヒルちゃんの専門店。パリやアムステルダムにも同じようなお店があります。せっかくなので買いましたが高い。こちらはクリスマスグッズの専門店。バラエティ豊かなお店がたくさんで路地を覗くのが楽しいです。石畳の路地を抜け市街地の中央まで歩いていくと開放感のある広場に突き当たります。ディオクレティアヌス宮殿の西門。ふと上を見上げると洗濯物が干してあります。旧市街の中には何百人という住人が今も実際に住んでいるんだそうです。世界遺産の中に住まいがあるなんてちょっと自慢になりますね。街の中を散策しお腹が空きました。ツアーで用意されたレストランに向かいます。アドリア海に面したこちらのレストランにやってきました。まずはスープからいただきます。おそらく白身魚とほんの少しの白米が入っています。あっさりした味わいです。シーフードのランチということで白ワインを注文。たくさん入ってます。シーフードのリゾットがやってきました。ランチとしてはちょうどいいボリューム感、美味しかったです。食後はホットコーヒーとアイスクリーム。個人的にはカスタードパイみたいなズーシー系のデザートよりも嬉しい。食事を終え途中の売店で買ったグミを食べながら次の場所に移動します。バスに揺られて途中うとうとしながら約4時間。17時、ドブロブニクに到着しました。すっかり日が暮れて景色がはっきりと見えませんが、のんびりした港町の良い雰囲気が感じられます。今回宿泊するのはホテルアドリア、4つ星ランクのホテルです。ドブロブニクの旧市街から 2.5 キロの距離にあります。ホテルを出て徒歩で遊びに行けるところはないですが、ホテル内にあるジムやプールを利用することができます。シャワーは扉を閉められるのが嬉しい。
シャワールームの内と外に段差があるので水漏れしにくいのも嬉しいポイントです。洗面所も広々としていて、シャワーを利用した後でもそこまで湿度が高くならずに快適でした。クローゼットを開けてみます。特に普通ですね。ガウンとかはないです。ベッドはシングルサイズが2つ連結された状態。寝返りの時に隙間がちょっと気になりますが、天井も高くて快適です。ホテルの近くに小さなスーパーがあるということで行ってみたいと思います。まだ6時ぐらいでしたが、暗いですね。街が暗いので夜空に星がたくさん見えます。こちらのスーパーでドリンクやスナック菓子などを買います。夕食のホテルのビュッフェはこんな感じ。明日はドブロブニクの旧市街に向かいます。続く。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。